資料が無限サバイバルってどこまであるのか気になりますよね。ということでひたすら登ってみました。安定して登るためのポイントを解説していくのでみんなで登っていきましょう。まずは先の必殺技でピオラせます。資料がそしてサキとレイのフィニッシュ技で1体ずつ倒していきます。ノーマルゾンビ以外は基本的にこの流れで倒していきます。必殺技を打ち終わる前にキャラを変えると同時並行で動けるのでうまくいけば3体倒せたりします。名城でいうところのクイックスワップですね。サキとレイはフィニッシュ技で確実に倒せるので楽ですね。無限サバイバルはこの2人の組み合わせが最強かなと思います。リングは護身、増強、甲骨の組み合わせで HP が減ったら護身を吸血に切り替えて回復します。甲骨はとにかく強いですね。さっきの必殺技を打てないと雑魚戦がかなりきついですね。HP がほぼ満タンのところから警官ゾンビの射撃で持っていかれましたね。ボス戦だと一撃でやられることもあるので確実に登るなら護身と増強も必須ですね。資料がぶった切れろ。私の出番サービスよ。よこせ。私の出番サービスよ。飛びよ。どっか資料がぶった切れろ。ほらほら資料がぶった切れろ。しょうがない大サービスよ。ボス戦ではレイが強いですね。L1 ボタンでレーザーを構えて発射する前にキャラを切り替えます。そうするとゲージ消費なしでレーザーを撃てます。これがあるとボス戦がかなり早く終わります。無限サバイバルで使ってくださいと言わんばかりの仕様ですね。私の出番邪魔だ。お父さん戦は楽勝ですね。ひたすら切りまくって切られる前に必殺技を打ちましょう。その繰り返しだけで倒せちゃいます。資料がたぎれる。資料が強化型のゾンビはまとめて一気に倒したいですね。資料がぶった切れろ。しょうがないサービスよ。やってやる。ぶった切れろ。犬は厄介ですね。数が多いですし横に動くので必殺技が当てづらいですね。必殺技の後の隙をキャラチェンジで消し少しずつ倒していきます。やってやる。ひたすら必殺技からのフィニッシュ技で10回ほど登りラストの雑魚戦です。ゲージ回復待ちが辛いですね。私の出番。飛びよ。
資料がぶった切れろ。私の出番。やっち私の出番。サービスよ。うっちゃボスラッシュ前に吸血を護身に付け替えておきます。結構綺麗だ。頂上まで登るのに一番大切なことはリングの付け替えを忘れないことかもしれませんね。よっこボスラッシュです。パターンを覚えれば簡単ですが、覚えるまでが大変なんですよね。戦いすぎて無駄にパリーとかしちゃってますね。失敗すると結構いいダメージをもらっちゃうんですが、さすがに飽きてきますしね。私の出番。秘密兵器ってやつよ。このボスは基本的にレイのレーザーで削っていきます。レイで攻撃を避けた後に L1 を1回か2回押し、先にチェンジします。そしてレーザーを打ち終わったらレイにチェンジします。微妙に時間はかかりますが、これで安定して倒せますね。しょうがないな。任せて。私の出番。これが秘密兵器ってやつよ。しょうがないな。これが秘密兵器ってやつよ。私の出番。これが秘密兵器ってやつよ。ぶった切れ。しょうがないな。これが秘密兵器ってやつよ。HP が減ってきたら回転攻撃をしてくるので、移動が始まったらキャラチェンジをします。そうするともともと操作していた方のキャラに攻撃しに行ってくれるので、ノーダメージで回避できます。しょうがないな。秘密兵器ってやつよ。クソ資料がぶった切れ。しょうがないな。これが秘密兵器ってやつよ。しょうがないな。これが秘密兵器ってやつよ。ぶった切れ。しょうがないな。撃破。アンズ戦も街の戦いですね。突進してくるまで待機して突進してきたら必殺技を打ちます。これで安定して倒せます。クソ資料がぶった切れ。ちょっと HP が減ってしまったので、護身を吸血に変えて回復していきます。指輪って結構綺麗だな。私の出番。飛べよ。どっかしょうがないな。飛べよ。どっか任せて。そこウルトラローリングサンダーはジャンプからのキャラチェンジでノーダメージですね。任せて。そこ私の出番。飛べよ。クソ資料がぶった切れ。撃破。さやか戦は一瞬ですね。レイで最大出力のレーザーを撃ち、先で追撃します。先が必殺技を打ったらさらにレイで最大出力のレーザーを撃ちます。そして先で追撃したら撃破です。撃破。開幕にレイの最大出力レーザーを2回撃ちます。ヘッドショットがかわいそうですが、これでゲージ1本分削れます。2回変身するまでレイのレーザーで削っていきます。私の出番。
これが秘密兵器ってやつよ。たまにレイがレーザーを撃ってくれないのが謎ですね。これが秘密兵器ってやつよ。私の出番。これが秘密兵器ってやつよ。しょうがないな。これが秘密兵器ってやつよ。私の出番。これが秘密兵器ってやつよ。ここからは先も戦っていきます。資料が必殺技でひるませてから通常攻撃を食らわせて攻撃される前に必殺技を打ちます。必殺技でひるんでる最中に通常攻撃で追撃すると少し長く攻撃できるのでクイックスワップしていきます。撃破。ここもレイのレーザーが大活躍ですね。先を狙わせた後にレイにチェンジし最大出力のレーザーを撃っていきます。このレーザー強すぎますね。しょうがないな。これが秘密兵器ってやつよ。しょうがないな。これが秘密兵器ってやつよ。私の出番。これが秘密兵器ってやつよ。私の出番。これが秘密兵器ってやってやる。しょうがないな。秘密兵器ってやつよ。しょうがないな。 HP が少なくなったらレーザーを撃ってくるので必殺技を打って回避していきます。秘密兵器ってやつよ。私の出番。秘密兵器ってやつよ。しょうがないな。撃破。クマはちょっと時間かかりますね。レーザーと必殺技で戦っていきます。しょうがないな。秘密兵器ってやつよ。資料がぶった切れ。私の出番。秘密兵器ってやつよ。資料がぶった切れ。しょうがないな。やってやるってやつよ。しょうがないな。秘密兵器ってやつよ。吸血を護身に戻します。強くなったのか。この指輪気に入ったな。資料がぶった切れ。私の出番。飛べよ。撃破。パワーアップしたアンズは普通に戦うと正直一番強いですね。ちょうどいい障害物があるのではめましょう。ジャンプして R1 を押すとターゲットロックできます。あとはレーザーと必殺技で倒していきます。後の戦いに備えて必殺技ゲージは満タンまで貯めておきます。普通は障害物を迂回して進んできそうなもんですが、ここら辺はシンプル2戦って感じですね。資料がぶった切れ。私の出番。これが秘密兵器ってやつよ。しょうがないな。秘密兵器ってやつよ。私の出番。これが秘密兵器ってやつよ。資料がぶった切れ。しょうがないな。これが秘密兵器ってやつよ。
私の出番。これが秘密兵器ってやつよ。しょうがないな。これが秘密兵器ってやつよ。そしりょうがぶった切れろ。私の出番。これが秘密兵器ってやつよ。私の出番。これが秘密兵器ってやつよ。しょうがないな。これが秘密兵器ってやつよ。しょうがないな。秘密兵器ってやつよ。撃破。パワーアップを問う参戦も戦い方は一緒です。ひたすら切りまくって切られる前に必殺技を打ちましょう。 HP が多くなってますがノーダメージで倒せます。撃破。ほら開幕一撃目は避けなくても当たりません。二撃目は回避します。あとはお父さん戦と同じ戦い方ですね。攻撃できるタイミングが少し短いですが必殺技と通常技連打をうまくつなげれば倒せます。次の戦いに備えてレイの武器をナイフに切り替えておきます。エヴァ様は実にボスらしいいい格好ですよね。やっぱりボスっていうのは一目見た時の別格感があってほしいですよね。私がやる。そしりょうがここで死ね。そしりょうがぶった切ろう。邪魔だ。そしりょうがぶった切ろう。撃破。ラスト。しょうがないな。最後も必殺技と通常技連打ですね。殺してやるわよ。通常技で攻撃できる隙が少ないので例の必殺技も使っていきます。そしりょうがそしりょうが私の出番。そしりょうが必殺技でひるんだところにクイックスワップで追撃すると簡単に倒せます。そしりょうがぶった切れろ。殺してやるわよ。そしりょうがぶった切れろ。私の出番。1000回クリア。無限サバイバルはまだまだ続くと思いきやリザルト画面が出ました。どうやら1000回が頂上だったようです。無限とは1000回だったんですね。クリアタイムが14時間半になってますが実際にはもっとかかっています。100回からスタートして50回ごとに56分くらいかかっているので17時間くらいですね。所持金は余裕のカンストです。スコアは記録されないみたいですね。思い出は心の中に記録しておきましょう。
プレイ時間が15時間くらいのところから無限サバイバルの攻略を始めたので55時間くらい遊んじゃいましたね。さすがにシリーズを重ねてるだけあってアクション部分は面白いのであっという間でしたね。ちなみにアイテムはキュアジェムを2個使いました。戦い方を工夫すれば案外登れるもんですね。さあ皆さんも頂上を目指して登っていきましょう。